どうも、クーピーチャンネルです。今、新潟県の一番北の町、村上市にいます。富山県を出発し、北陸を北上、高速道路で来れる一番北の町まで来ました。現在走行距離は439キロです。今スーパーで旬のお魚買ってきました。さっきまで晴れていたんで、今から山の方向かおうと思ったんですけど、また雪が降ってきました。大丈夫ですかね。もしやばそうだったらもうどこかでそのまま車中泊します。あと気になるのがこのライトキャブコンマッシュ肉なんですよね。でリアがダブルタイヤです。結構雪道は弱いんですけど、この北陸の山道走破できるでしょうか。ガソリン満タンにして食材も OK です。マルチルームにトイレもあるし、シンクの下にお水のタンクもたくさん積んできました。これから何かあっても1週間は生きていけるでしょう。走行予定のルート上に大雪警報が発令されています。警報いけるかな。様子見ながら安全運転で行ってきます。一般道は通行止めもなく普通に快適に走行できるんですけど、もう後ろの車のテールランプが見えにくくなってきました。1個前は見えるんですけど、2個前3個前になってくると明かりが見えにくいです。今から山の方向に行きますんで、雪そちら側は止んでくればいいんですけど、うわーよかった。山間部に入ったら雪が増しになりました。この両端やっぱ木があるのが大きいんですね。道路がしっかり見えるようになってきました。いやーすごかったですね。ほんと木も冷えました。この北陸旅、木も冷えるの4回目です。日はすっかり落ちて暗くなりました。道の駅関川よりさらに進もうかと思っていたんですけど、今日はもうここで車着します。走行してちょっと放置しただけなんですけど、もうこんなにも雪がまとわりついています。フロントのライトにもびっしりです。すごい雪の量が一気に降ったことが分かります。ここの駐車場、融雪装置ついてます。ここの下に水が流れてますんで、車台下は雪が積もりません。ただここのフロントのとこは積もりますんで、明日の朝ここだけ除雪します。すごい雪の量ですね。もうマシュマロのように雪が積もってます。ラッキーなことにお風呂併設の道の駅なんで、この冷えた体を温めてきます。とりあえず簡易シェードしときます。今日はワイパー立てておきます。ちょっとどこにあるか分かんないですね。わかりました。はい。いやーすごいな。もう一晩車中泊した後みたいな感じになってます。いやー温まりました。お風呂はそんなに広くなかったんですけど、3つぐらいですかね、湯船あったのが。ただ露天風呂が広くて雪を見ながら入れましたんで最高でした。やっぱり雪見ながらお風呂入れるのは雪国ならではの特権ですね。ちょっと今ズボンとかいろいろ干していてお見苦しいんですけど、ちょっと濡れてしまって雪で、FF ヒーターつけたら結構乾燥しますんで、今これで乾かしてます。現在外気温が 2.2 度、車内が19度です。
キャンピングカーのバッテリーも走行充電でかなり回復しました。現在 90% でもう全然問題ないですね。電気は使いたい放題です。夏場だったらこのエアコンで電気全然足りないんですけど、冬場はもう使わないんでいくらでも使えます。たまにこのエアコンの暖房なんで使わないんですかって聞かれることあるんですけど、かなり電力食うんですよね。エアコンは冷房も暖房も。このキャンピングカー専用のエアヒーターなら全然電気使えません。ガソリンを使って温めるんですけど、一晩で1リッターか2リッターぐらいらしいです。なのでエアヒーターはやっぱり冬場神装備ですね。それではお腹も空いたんで車中飯にします。で、今日スーパーでこの新鮮な寒ぶり買いました。これやっぱり北陸は海に面しますんで、新鮮なお魚がスーパーで売ってますね。で、これしゃぶしゃぶ用のブリなんで、今回ちょっと邪道かもしれないんですけど、このどん兵衛で鍋作ってブリしゃぶにします。いよいよブリしゃぶいただきます。わ、すごい綺麗な色です。じゃあもうそのままいただきます。ごちそうさまでした。いや、結局何もポン酢とかもつけずに食べました。このどん兵衛のスープだけで十分美味しかったです。で、せっかくこれ美味しいブリの旨味や野菜の旨味入ってます。旅の途中で購入した新潟魚沼産のコシヒカリ、こちらのお米明日の朝いただきたいんですけど、このどん兵衛鍋のスープでご飯炊いてみます。はい、それではこれで明日の朝スイッチを押します。なんかさっきからすごい風の当たる音がしてます。今外の様子どんな感じなんでしょうか。軽く様子見ます。おー、すごい風が結構強くてほっぺたに突き刺さるような寒さです。屋根の雪は風で今結構飛んでくれましたね。明日の朝はどのぐらい積もってるでしょうか。ここの道の駅は幹線道路沿いで結構明るいんで怖さは全然ないですね。融雪装置があって水が今も流れてますんで、結構ところどころ地面は見えてます。ただこんな感じで雪そのままのところもあります。雪で動けなくなって出れなくなるといったそんな怖さはないのは安心ですね。で、車内入って温まって眠ります。
せを感じます。旅先などで大雪警報になった場合はすぐ泊まれる場所を見つけた方がいいですね。天気予報を確認すると明日の朝頃から雪弱まるそうです。警報も解除されそうです。とりあえず朝起きて車の周りや天気の状況を確認します。それではおやすみなさい。おはようございます。一瞬で朝になりました。かなり眠りが深かったようですっきりしています。敷布団に毛布団だったのであったかくて一度も起きませんでした。車内はかなり冷えてますんで FF ヒーターつけて温めます。現在の車内の温度は 5.8 度まで下がっています。服もキンキンに冷えてます。一旦あったかいお茶いただきます。それでは昨日の晩に仕込んだどん兵衛鍋の炊き込みご飯スイッチを押して作っていきます。その間に外の様子見てきます。うわ、すごい量ですね。車のドアの横、ここも凍ってますね。バンクの部分にもつららが出ています。車の前の方、雪ちょっと積もってますんで、これは除雪した方がいいですね。出るときにこんな狭い空間でも少しだけ積もってます。融雪装置のおかげで車体下は全然積もってません。そして今回の北陸旅で雪感じたのが、雪って意外と上からまっすぐ降りないんですね。風によって横からか反対側とか前からとか変わります。その風向きによって車の雪の積もり具合が全然違うことが分かりました。風が当たる反対側の場所だったら全然積もらないんですね。でも風が当たってる方だったらドアが開かないぐらい積もる時がありました。なので風向きも分かる天気予報のアプリなどをスマホに入れとけば次の日の脱出はかなりスムーズにいくと思いました。融雪装置がない場所はかなりやっぱり深いですね。第一駐車場の奥に第二駐車場があります。ここは融雪装置がうまく働いていて全然積もってなくて、どんなに雪が降っても大丈夫そうですね。ここの道の駅は駐車場がすごい広くて24時間使えるトイレの横に第3駐車場、第4駐車場、第5駐車場と続くようです。ただ融雪装置のついてない駐車場はこんな感じでもう全く何にも使えない状態です。わ、すごいですね。今回の雪で何センチぐらい積もったんでしょうか。45センチぐらいですね。まるでショートケーキのような断面です。道路を渡ると遊具施設があるんですけど、もうこの通り滑り台が滑れなくなってます。ここの公園はさらに積雪がひどくてすごいですね。これもう足このぐらい、ここまで来てます。足を抜いた後はこんなにも深く穴が開いちゃいました。これ何かと思ったらテーブルと椅子ですね。もうあそこまでは行けません。ただ道の駅周辺や公園の周辺の歩道はしっかり除雪されていて歩くことができます。やっぱりこの辺は豪雪地帯なんでちゃんと交通機能が麻痺しないで使えるようになってます。ちょっと気になるのがこの公園、滑り台はもう雪が埋まっていて滑れないと思うんですけど、ブランコですよね、まだかろうじて埋まってなくてブランブランしています。
あれブランコ使えるんじゃないですかね。ちょっと乗ってみます。はい、近づいてきました。ここまで来れればこの遊具施設は独り占めですね。この滑り台、だんだん雪が積もってきて最後埋まっちゃってます。このトンネル内は意外とあったかそうですね。滑り台関係は来年の春ぐらいまで使えなさそうですね。うわ、これすごいな。もう何があったかも分かりません。何かが2つあったようです。ではブランコ乗ってみます。スレスレついてません。座れました。これいけそうですね。いきます。せーの。おお、これは気持ちいい。おお、スレスレ当たってません。おお、もうこれ前にジャンプして着地してみます。さあ行きます。せーの。よっ、おじゃ、無事降りれました。一瞬気も冷えましたがめちゃくちゃ楽しかったです。はい、お腹空いたんで車内で朝ごはんいただきます。ご飯はもう炊けてますね。うわ、すごいいい匂いします。うどんがちょっと残ってますね。昨日スーパーで旬のブリの切り身も買ってきました。でこれ焼いていただきます。で野菜も余ってますんで野菜も一緒に炒めます。この時期のブリは脂乗っていて本当に美味しそうです。ブリとブリの炊き込みご飯、ブリばっかしなんですけど美味しそうです。ご飯はおこげもありますね。それではいただきます。ごちそうさまでした。いや、お腹いっぱいになりました。炊き込みご飯1合炊いたんですけど全部食べちゃいました。やっぱり魚は旬の時期に食べるのが一番美味しいですね。それでは片付けて車の雪落とししてから出発します。朝ごはんはラップとアルミホイル敷いてたんであんまり汚れありません。でこのお味噌汁入れた茶碗とあとはこのトングとかですね、この辺だけ洗います。炊飯器割りました。この時期は洗い物がかなり冷たいです。このキャンペーン下温水が出ないんですよね。温水が出るように DIY したいです。
はい、綺麗になりました。シンクの清水タンクはここにあるんですけど、現在こっち清水タンクですね。3分の1ぐらいまで減りました。残りは節水していきます。この収納棚なんですけど、100均でこういったラックみたいなの買いました。こうすることにより容量がかなり増えました。まずは車のシェード取っていきます。結露びっしょりですね。フロントウィンドウも結露でびっしょりです。このフロントウィンドウの簡易シェード、すごい簡単でいいんですけど、やっぱ結露がついちゃいますね。なんでこの結露を取る作業が必要になってきます。はい、じゃあフロントウィンドウの雪も取っておきます。はい、これで OK ですね。はい、あと前がね結構雪積もってますんで、これのけときます。よし、この辺はもう融雪装置で溶けてますね。結構湿ってますね。あと一晩経って硬くなってます。重さを感じます。これでもうここまではいけます。もうあとは踏んで固めていきましょう。はい、これでもう前出れます。屋根はいけそうですね。それでは道の駅でお土産買ってきます。ショップの前に足湯もあります。富山県に向け北陸道を南下して帰るんですけど、パソコン作業しないといけませんので、少し車で作業してから再出発します。キャンピングカーのバッテリーなんやかんや言って意外と減りましたね。 56% まで残量減りました。帰りはまた長距離走りますので、走行充電でかなり回復してくれると思います。現在地はここ北陸の一番北です。でこの富山まで北陸道を使って南下します。でここからですね、その北陸道に入る前に荒川胎内インターチェンジ近くにありまして、日本海東北自動車道、ここを走ってすぐに北陸道につながるんですけど、この日本海東北自動車道、ここで来るとき凸凹ですごい怖かったんで、新潟市内までは下道で行って、そこから北陸道に入ります。今は雪降ってないですね。それでは出発します。いやもう両サイド雪だけですね。絶景です。雪は止んだんですけど、風が結構強くてハンドルが取られます。今から山の方の道行きます。そっちの方が風は少ないと思います。いやーしかし山道も結構凍っていて、わちも高くなってきました。高速道路もかなり怖いんですけど、山道もカーブがあったりとか、こんな感じで凍ってるんで一長一短ですね。どっちも楽ではないということですね。新潟市内の大型スーパーに到着しました。ここで食材購入し、北陸道に入り、道路状況を見ながら行けるところまで行って、パーキングエリアで車中して富山に帰ります。このスーパーの駐車場の除雪の量半端ないですね。この車えらいことになってます。多分1日放置してたんでしょうね。もうタイヤの半分以上埋まっていって、屋根もフロントウィンドウもすっぽり雪に覆われています。いや、新潟恐るべしです。ちょっといろいろパソコンの作業してたら遅くなって、現在9時です。どこまで行けるでしょうか。再び高速道路入ります。確認しました。現在雪は少しだけ降っています。で風もねそんなに強くないんで、
すごい走りやすいです。除雪もすごい綺麗にされていて、道路状況は良好です。それでは行けるところまで進んでみます。また急に雪が降ってきて、道路にわだちみたいなのができました。マッシュダブルタイヤなんで、わだちができると滑りやすいんですよね。なので全然距離稼げてないんですけど、もう今日はここで早く寝て、明日早く出発します。今日はフロントウィンドウにこの外のカバーかけておきます。はい、これでセッティング完了しました。車内が現在 13.5 度、少し寒いんで FF ヒーターつけておきます。キャンピングカーのサブバッテリーは走行充電で 73% まで増えました。この調子だと富山着く頃には 100% になっていると思います。おはようございます。気がついたらソファーで寝てました。すぐにこっちのリアのベッドに移動して寝ました。常設ベッドのありがたみを再確認しました。いろいろスーパーで地元の食材購入していたんですけど、また家でいただきます。雪はもう止んでいて、ただ路面の雪がシャーベット状になっていて凍ってます。危険な状態かもしれません。結構寒いんですけど、山の中にあるパーキングエリアで空気は美味しいです。なんかすごい気持ちいい朝です。パーキングエリアにゴミありますんで、ドリンクだけ買っていきます。テーブルがもうこんな感じでキノコみたいになってます。あ、ここシャワーあるんですね。この奥にあるようです。あれ、パーキングエリア出ちゃいました。なんか山の中です。明らかにこの奥は冬眠してないクマ出ますよね。次回のために場所確認しておきたかったんですが、ちょっと怖いんで戻ります。それではフロントカバー外して出発します。お、綺麗、すごいですね。この何がすごいって、サイドの窓はこのシェードしていました。でフロントは外のカバーです。全然結露してないんですね。はい、運転席側もシェードしてる方は結構びしょに濡れてます。フロントウィンドウは全然濡れてません。いや、フロントカバー思ったより効果すごかったです。これフロント以外にサイドもカバーあれば完璧ですね。ただちょっとここが濡れてるんですよね。もしかして中にカバーの端入れてたんで、そっから結露したのかもしれません。反対の助手席側もここ濡れてました。ちょっとこれは原因後で解明します。ドアが濡れてる原因分かりました。ここ見ていくと、ここですね。ドアのこのモールっていうんですかね、それの外側水がね流れてます。こんな感じで触ると出てくるの分かると思うんですけど、これは屋根の雪が溶けて、こうバンク伝って流れてきて、ここの雨戸ですね、これがここに流れてくるやつが流れてくるんですけど、ここにフロントカバーのこの耳を入れてたんで、入れたとこから中に入ってきたようです。このバンクから流れてきてるのが分かります。これは火が上がって温度が高くなった時に雪が溶けますので、その時注意しないといけませんね。また対策考えてみます。それではあと少しですが、安全運転で再出発します。うわ、なんていう絶景でしょうか。めちゃくちゃ気持ちいいです。もうこのまま富山県までノンストップで行きます。無事富山県まで戻ってまいりました。富山県の方が雪すごかったかもしれません。
田畑は全て白く染まっています。あの山の方向ですね。向こうに立山があります。もう雲がかかっていて、一番手前の低い山でも見えません。現在までの走行距離は約700キロ。北陸の雪の旅でしたが、この肉で行けるのか心配だったんですけど、行けないことはないという感じでした。一回スタックは軽くあったんですけど、スリップはギリギリありませんでした。スタックした時はこの前に雪が結構あった時なんで、前の雪を抜ければ肉でも問題なく走行できます。スリップは高速道路の渡地がめちゃくちゃ怖かったです。もうこれ運転していて滑りになって挙動はありましたが、速度を抑えて少しアクセルを踏んであげて、この車 FR リア後輪駆動なんで、一定のトラクションをかけてあげればなんとかいけました。そして下道も安全と思いきや、ホワイトアウトのような吹雪がすごかったです。意外と山の中入っちゃった方が走りやすかったです。一番やばかったのは田畑の道で何も遮るものがない場所ですね。でそういった道また北陸多いんですよね。今回の大雪は今年の夏大雨よく降りました。線状降水帯っていうんですかね、それの雪バージョンのような感じでした。今回北陸道長距離走っていていいなと思った箇所もありました。まずは道がすごい良かったです。全然デコボコしてません。このライトキャブコンマッシュは結構乗り心地悪くて跳ねたりよくします。北海道だけじゃなくて太平洋側の高速道路と比べてもすごい道がいいと思いました。でもう一つはとにかく道が空いています。もう人が全然いません。こういったパーキングエリアも太平洋側の道路と比べると交通量は3分の1ぐらいじゃないでしょうか。次は車種上げて感じたこと、車内編なんですけど、もう FF ヒーターは神です。北陸に来て今まで以上に感じました。 FF ヒーターがない場合は小型のガスファンヒーターやカセットガスコンロストーブがあるんですけど、 FF ヒーターは燃料がガソリンというのでガスボンベや灯油などの場所を取りません。そしてゴミも出ません。消費電力もいいし燃費もいい、暖かさも半端ないです。エアコンもあるんですけど消費電力が多いので連泊は無理です。もう一つですね、フロントカバー今回2日間つけたんですけど、中のシェードに比べると断熱性はちょっとわからないんですけど、中の結露にかなり有効でした。そしてフロントウィンドウの外側は雪が積もったり凍結もしません。すぐに再出発することができました。一方ちょっと今回デメリットというか困ったことは、やっぱりこの食器洗うときタンクの水がすごい冷たいんですよね。なのでお湯を出るような工夫はした方がいいかなと思いました。あとは服装も難しいですね。すごい寒いんですけど、雪かきするとき暑くなって汗が出ます。でその汗かくとその後悲惨になります。この辺は雪国の先輩たちの意見を聞きながらまた調整していきます。それでは帰ります。帰ったらこの車体下に塩化カルシウム融雪剤がべっとりついてるはずです。これを落としたいですね。このボディのこういうところももう白くなってます。キャブコンは洗車機がないんですよね。で秘密兵器用意しましたんで、家帰ってからそちら使います。はい、無事に家に戻ってまいりました。高速道路700キロ走りましたので汚れを落としていきます。いつもはこのケルヒャーの高圧洗浄機使っています。電源さして、そして水道の蛇口をケルヒャーのここに挿します。あとは電源を入れるだけです。これで車体下タイヤ周りの汚れを落としていきます。はい、これでだいたいボディについている塩化カルシウムは落とせました。問題はこの車の下なんですけど、これが新兵器です。この先っぽにケルヒャーを装着して、でこの先、ここから4つ高圧の水が出て塩化カルシウムを洗い落とします。これがケルヒャーの洗浄部分の先っぽになります。こちらを外します。これはアタッチメント別売りでありましたんで取り付けました。はい、じゃあ装着します。これで大丈夫ですね。これが結構先長くて延長パイプ途中で入れました。なんで車体下も半分ぐらいまで潜ると思います。それでは水出してみます。おー、すごい勢いすごいです。それでは一回車体下洗ってみます。あ、これは楽ですね。体勢もすごい楽でかなり奥まで入っていきます。結構
構奥まで行きますね。一番最後まで入れるともう反対側に出るぐらいだったんで、かなりの領域全体をカバーできます。一応このマッシュ中古で買ったんですけど、ボディ下ちょっと錆びていたんで、2年ぐらい前に防水塗装をしました。で、これからはできるだけこまめに洗い流して、これ以上錆びを進行しないようにしたいと思います。はい、綺麗になりました。今まで手が届かなくて気になっていた箇所あったんですけど、入念に洗い流すことができました。これから雪道走行した後はできるだけ洗っていこうと思います。それではご視聴ありがとうございました。ありがとう。除雪完了。じゃあいっぱい来た。